こんにちは、ぴょんです。皆様、明けましておめでとうございます。今回はお正月フライトで羽田空港第2ターミナルに来ています。ただいま朝の7時42分。本日は東京羽田、ロンドンヒースロー、スカイトラックス社の世界格付けで5つ星に認定されている航空会社 ANA ファーストクラス往復の旅をお届けいたします。料金はいつもの通りこの動画の最後に発表いたしますので、様々あるファーストクラスだけの特別なサービス、ラウンジ、機内設備、お食事やお飲み物の内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。そして今回は全く同じボーイング 777-300ER でありながら旧機材新機材の往復乗り比べに成功しましたので、最初から最後まで見応えたっぷりの動画に仕上がりました。細かく丁寧に解説してまいります。ANA は2023年夏から使用を停止していた羽田空港第2ターミナル国際線エリアの使用を再開しました。第2ターミナルはもともと ANA やソラシドエア、エアトゥが発着する国内線ターミナル。コロナ前に東京オリンピックや逼迫する国際線需要を見据え、第3ターミナルに次ぐ国際線発着施設として国内線が発着する第2ターミナルへ国際線エリアを設けたものです。2020年3月に開業しましたが、新型コロナウイルス感染拡大による国際線の運休などで開業からわずか2週間で使用を停止していました。現在 ANA 国際線が就航しているのは49路線。そのうちファーストクラスが搭載されているのはわずか9路線のみです。成田発着便がサンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴ、ホノルル。羽田発着便がサンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴ、ニューヨーク。そして唯一のヨーロッパ便であるロンドン。ファーストクラスの搭載がある飛行機は機材の方も決まっています。現在の ANA では昨年のお正月に成田ホノルル路線でご紹介したエアパス380と今回利用するボーイング 777-300ER の2種類のみです。それではまずはチェックインから参りましょう。いつものチェックインカウンターではありません。ファーストクラスの乗客は特別なカウンターが用意されています。専用居室型カウンター ANA スイートチェックイン。 R カウンターの利用はファーストクラスの乗客とダイヤモンド会員のみ。保安検査場も上級クラス専用で非常にスムーズでした。ちなみにエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスは P カウンターと Q カウンターを利用します。保安検査場を通過し出国手続きを済ませるとすぐに航空会社ラウンジの案内が見えました。 ANA ラウンジと ANA スイートラウンジの2種類があるうち後者がファーストクラスのラウンジです。ラウンジ内のデザインは日本を代表する建築家の隈研吾氏が監修。一期一会をコンセプトに和の伝統を感じられる日本庭園のような佇まいです。ラウンジは3階層になっており、2階にシャワー、3階と4階に飲食と休憩のスペースがあります。まず入り口を入ったところは4階です。シックで落ち着いた雰囲気。静かでリラックスできました。
後ほどご紹介する3階にオープンキッチンがあるため、お食事をされる方はほとんど全員3階へ行かれていますが、4階も実は食べ物が豊富に揃っています。4階は広い上に利用客が少なく穴場でした。スタッフの方の人数の方が多いくらいです。そして4階の目玉はバーカウンターがあること。6時から12時30分まではバリスタによるサービスが行われています。お酒、ノンアルコールともに様々なドリンクが用意されていました。まだ朝ですので注文したのはカフェラテです。アーモンドキャラメルとスノーボールのクッキーがついてきました。このかりんとうはバーカウンター限定のようです。コーヒーが美味しかったのでおかわりしました。クオリティが高いです。お仕事用スペースもあります。ナッピングルームは仮眠用のお部屋。リクライニングチェアと半個室になっているソファーベッドがありました。ブランケットも用意されています。入り口付近にはお化粧室、授乳室、通話エリア、荷物置き場、喫煙所が並んでいます。続いて3階に参りました。このフロア中にいい香りが漂っています。オープン型のライブキッチンではシェフが目の前で調理した出来たてが提供されています。こちらは豊かな旨味の豚骨ラーメン。紅生姜と胡椒は別添えになっています。ブッフェ形式でおにぎりやお稲荷さん、パンなどが並んでいて自由に取ることができます。他にもスナックや焼き菓子、TLL 目のチョコレート、サラダとハム、サンドイッチやデザート、そしてドリンク類が並んでいます。コーヒーとお茶類、シャンパン、白ワイン、赤ワイン、ウイスキー、スピリッツ、リキュール、焼酎、ソフトドリンク各種、生ビールの銘柄は4種類。冷蔵庫にも色々と入っていました。半個室の座席もあります。暗めの照明でゆったりくつろげる空間でした。最後に2階のシャワールームです。受付でカードキーを受け取って番号通りのシャワールームに入ります。第2ターミナルの国際線ラウンジが新しいこともありますし、日本のお掃除の水準が高いこともあり、さすがの衛生管理です。個室内にトイレとシャワーが設置されています。シャワールームにも水滴一つ残されていませんでした。基礎化粧品は石器製、消耗品のアメニティは櫛、ブラシ、シャワーキャップ、コットン、綿棒、カミソリ、シェービングフォーム、歯ブラシが用意されていました。ドライヤーはパナソニック。シャンプー類はミキモトです。リネン類は使い捨てスリッパ、バスタオル、バスマット、フェイスタオルが置いてありました。さて、ラウンジを後にし、そろそろ搭乗のお時間です。本日の飛行機は、ボーイング 777-300ER でザ・スイートの座席が予定されていましたが、羽田空港第1ターミナルで起きた事故の影響で機材が変更になり、ボーイング 777-300ER の古い機種になりました。新機種はどんなところが変わったのか、この行きの旧機種をよく覚えていてくださいね。この機種ですと扉がないため個室仕様にはなりません。
ファーストクラスではこのようにビュッフェのようなアメニティを持って CA さんが回ってこられます。足すっきりシート、アロマ、靴下をいただきました。ファーストクラスは Wi-Fi が無料ですが、北極圏ルートでは衛星の受信ができないため、結局一度もつながりませんでした。どういうことかと言いますと、日本とイギリスを結ぶ最短ルートにはロシア上空が含まれており、現在は戦争の影響でそのルートを飛行することができません。そのため、行きは北海道から北北東に進み、アラスカやグリーンランドの上空を通る経路に変更されており、飛行時間も3時間ほど長くなっています。まずはスリッパに履き替えてリラックス。事前にほとんどのものが座席にセットされています。触り心地の良いテネリータのブランケットと柔らかい枕、お持ち帰り可能なカーディガンとリラックスウェア、いつものグローブトロッターのアメニティポーチ、今日のカラーはピンクとグレーです。ザ・銀座の基礎化粧品、お化粧水、乳液、クレンジング、大判のコットンが入っていました。それ以外には歯ブラシ、耳栓、アイマスク、できるだけ急いで撮影を進めてまいりましたが、ついに離陸の準備が始まりました。座席の周りを見ていきましょう。これでもかというほど収納がたくさんあります。ただ、私は以前パスポートを機内に忘れて出てしまい、少々面倒なことになった経験があるので、それ以来忘れ物防止のために収納はできるだけ使わないようにしています。シートのリクライニングはタッチ一つで楽々。座席ポケットに機内紙が入っています。コンセントはグローバル仕様。急速充電器も問題なく使えました。カバーの中に USB ジャックや電気のスイッチが隠れています。つい最近ヘッドホンがソニーの WH-1000X Mark V に新しく変わりました。髪型やメガネの有無、装着のズレなどの個人差や気圧の変化を自動で検知し、ノイズキャンセリングを最適化してくれる世界最高峰の技術が使われています。時差ボケ防止のため睡眠はとりませんが、掛け布団をお借りして座席をフルフラットにして過ごしました。昨年成田ホノルル路線のファーストクラスを利用した際は、ファーストクラスを堪能するのには7時間のフライトが短く感じました。今回は14時間半とかなり長いですが、実はむしろ嬉しいくらいです。お化粧室をご案内いたします。お着替え用の踏み台などもこの空間にまとまっています。トイレは温水洗浄便座です。アメニティは歯ブラシ、マウスウォッシュ、フェイスボディシートが用意されています。離陸してからだいたい1時間くらい経つ頃に、お飲み物とお食事のサービスが始まります。立派なメニューブックが配られました。この中にお飲み物とお料理のメニューが入っています。まずはお飲み物から。シャンパン、白ワイン、赤ワインのメニュー表記は各ページの左上にある銘柄が一番ランクの高いものになっていました。日本酒は右のページの鍋しまと伝書が焼酎は一番ランクの高いものになっていました。日本酒は右のページの鍋しまと伝書が、焼酎は一番上の村尾が比較的入手困難な銘柄です。
紅茶もコーヒーもちゃんとしたものがいただけて嬉しいです。1度目のお食事はコース仕立てで、和食と洋食から選べます。それ以降は各々の好きなタイミングでアラカルト形式の注文が可能です。まずはシャンパーニュのクリュックをお願いしました。お正月らしいアミューズがやってまいりました。和食洋食どちらのコースを選んでもアミューズは共通になっています。こちらのアミューズは三が日の特別バージョン。おせちのような縁起の良いお料理が盛り合わせになっています。ヨーロッパに行ったらしばらく日本料理を食べられなそうですので、今のうちにじっくり味わっていただきましょう。アミューズを食べ終わったらセレクトしたお料理のジャンルに合わせてテーブルにカトラリーなどがセットされます。洋食からご紹介いたします。まずはじめにパンが運ばれてきました。4種類から好きなものを好きな数選ぶことができます。私は赤ワインのパンにしました。洋食の前菜を3種類から選択できます。私はスモークホタテと雑穀、小松菜ピューレ、カリフラワーソース、キャビア添えをお願いしました。スモークされたホタテの香りが良く、まろやかなカリフラワーのソースとよく合います。少し優しめに味付けをされているので、キャビアを合わせると塩味がアクセントになってさらにとても美味しいです。オシエトラという種類のカスピ海で採れる最高級のチョウザメの一つです。中にはホタテと一緒に雑穀が入っていました。赤ワインのパンは中に赤ワインを作った時のブドウが練り込まれています。続いてのサラダではドレッシングを2種類から選べました。私が選んだのはノンオイル柚子ドレッシングです。旅で不足しがちなみずみずしい生野菜をいただけました。お次はコーンスープです。カリッとしたクルトンが浮かべられています。メインディッシュの選択肢も2種類です。私はお魚料理の方でブルターニュ産アンコウホホ肉のフリカッセ、セモリナガレットとともにをお願いしました。セミドライトマトやほうれん草などの付け合わせ、散りばめられている木の実類もおソースもすべて美味しく、アンコウはしっとり柔らかく仕上がっています。下にあるガレットも美味しすぎておかわりしたいくらいでした。デザートは4種類の中からハーブティーグラニテを選択しました。添えられている蜂蜜レモンのような風味のシロップをかけると、コバルトブルーから赤紫にお色が変化します。アジサイのような美しい色彩です。癖のないさっぱりしたグラニテで、上にはバニラとイチゴのアイスクリームが乗っています。コースの締めくくりにプティフールとカフェオレをいただいて終了しました。続いて和食のコースをご紹介いたします。先付けは焼きナマコ、リンゴみぞれ添え。手前の細長いお皿は前菜です。門松地シャトー、カニアボカと金柑釜盛り、たたきごぼうごま酢あえ、目巻きわさび数の子、伊達焼き卵、さい巻きエビ、あいがもロース煮、黒豆、8種類のお料理が載っていました。コース3品目は若鶏の雑煮椀です。風味の
の良いかつおだしが心をほっとさせてくれます。お作りは2種類、本マグロの赤身とマダイです。アボカドや長芋などのあしらいもお醤油をつけて美味しくいただきます。見た目も色鮮やかで綺麗です。続いて炊き合わせ、小鉢、主菜、ご飯が一緒に運ばれてきました。炊き合わせはウニと湯葉の白茶碗蒸し。卵白でまろやかに寄せてあります。小鉢はヒラメの金糸磯辺巻き。主菜は和牛サーロイン椎茸味噌焼きとエビレンコン挟み揚げです。満腹のため甘味はパスさせていただきました。ロシア上空を飛べない影響で今回は迂回して北極圏を通るため通常より3時間長いルートなのですが、なんと機内からオーロラを見ることができました。さて2度目のお食事です。お味噌汁、おかゆ、香の物のセットを焼き海苔、塩昆布を単品で注文しました。焼き海苔はお醤油が添えられています。塩昆布はとても細いです。食べ始めたらお腹が空いてきて追加でカツカレー丼を注文しました。実はこちらのカツ、中身はお肉ではなくおからこんにゃくでできているのです。見た目もお味もお肉のようですがヘルシーなのが嬉しいですね。夜が明けてきました。月と太陽が同じ地平線上に見えます。そして生まれて初めて自分の目で北極を見ました。あまりにも雄大で時間を忘れてしまいそうなほど見入っていました。着陸態勢に入りました。遠くに太陽の光が差し込んでいる場所。虹が出ているの見えますか？外国に着陸するときって本当に興奮します。初めて見る街並み、はたまたテレビでしか見たことのなかった景色。驚くほどに美しいヨーロッパで過ごした日々。毎日どこへ行き、何をして過ごし、いくらかかったのか、次回投稿する動画で一つ一つご紹介いたします。素晴らしい映像をお届けいたしますのでご期待ください。チャンネル登録、通知ボタンのベルマークオンをお忘れなく。ヨーロッパに1週間滞在し、これから日本へ帰ります。ANA のファーストクラス専用カウンターでチェックイン。保安検査も上級クラス専用レーンで混雑ゼロです。ANA でファーストクラスを利用する乗客は同じスターアライアンスのシンガポール航空のファーストクラスラウンジを利用できます。シンガポール航空は様々な世界の航空会社ランキングで1位の常連、言わずと知れた著名な高級エアラインです。そのシンガポール航空のファーストクラスラウンジとはどのようなところか、前々から楽しみにしていました。高級感のあるインテリアで様々なタイプのお席から選べます。雑誌などは QR コードから読み取り自分のスマホで閲覧可能。さりげなくかけられている時計が大手間ピゲです。オリジナルのウェルカムドリンクはオレンジとミントがベースで非常に美味。
お食事はオーダー式のアラカルトとブッフェボードに豊富に用意されています。シンガポールの航空会社ということでアジア系のお料理が多いです。18種類以上のソフトドリンク、たくさんのメニューが楽しめるコーヒーと紅茶類、ワイン類は7種類にビールは5種類と大充実、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ類。機内食も楽しみですが、お腹が空いているので少し軽食を取りたいと思います。スモークサーモンとクリームチーズのサンドイッチ、ひよこ豆のラップ、グラノーラバーをいただきました。カフェラテはミルクの泡がクリーミーで美味しかったです。ラウンジ内にはシャワールームもあります。一つの個室の中に洗面所、トイレ、シャワールームが備わっているタイプです。シャワーはハンドシャワーとレインシャワー2種類。良い香りのシャンプー類が置かれています。ふわふわのタオルと洗面所にはアメニティ。中身は歯ブラシ、櫛、カミソリ、シャワーキャップ、コットン、綿棒。ボディーローションと変わった形のドライヤーがありました。お化粧室も綺麗でしたのでご紹介いたします。こちらにも歯ブラシと櫛、マウスウォッシュが置かれています。ハンドドライヤーはダイソン。初めて見ました。いよいよ登場です。ファーストクラスはグループ1、最初に飛行機に入ることができます。ファーストクラスのシート配列は121、合計8席です。居住性と機能性を追求した新しいファーストクラスシート、ザ・スイート。なんと43インチもある業界最大級の超大型モニターが各座席に設置されています。扉を閉めることが可能ですので、プライベート空間を確保できることがこのザ・スイート最大のポイント。計算し尽くされた設計で、扉と壁の間にクローゼットがあるなど、空間を最大限に有効活用されています。お洋服を出し入れしやすいようにハンガーをかける部分は手前に引き出せます。ファーストクラスのシートは横幅がとても広いことも嬉しいポイント。自分と同じくらいの人が2人横並びに座ってもそんなに狭くないと思います。もちろん180度フルフラットになるこのシートは縦の長さも非常に長く、座っている姿勢では向こう側に足が届かないほどです。121の2にあたる中央の座席は真ん中のパーテーションが可動式になっています。ご家族、ご友人同士でこの座席を取れば横並びでお話ししながら過ごせますね。しかし私は景色を見るのが好きで毎回窓側の座席を取っています。飛行機が動き始めました。航空会社として ANA は定時運航率世界一です。空港としては羽田空港が世界一の定時運航率で、これらの結果は日本人として大変嬉しいものです。遅れず時間通りに飛行機が発着することはとても大事なことだと思います。アメニティや備品、設備をご紹介いたします。可
貸し出しサービスの ANA オリジナルカーディガン。巾着袋の中身はオーガニックコットン 100% のパジャマ。海外のホテルではパジャマが置いていないことがほとんどですので、お持ち帰り可能なこのパジャマが重宝しました。肌触りの良いパイル地のスリッパ。靴下は行きの飛行機でいただいたものです。表には高級カシミヤ、裏にはオーガニックコットンを使ったテネリータのブランケットと、ハンガリー産のホワイトダックダウンを使った分厚くふわふわの枕。枕カバーはエジプト綿 100% です。今回は水色のグローブとロッターポーチ、ザ・銀座のクレンジングお化粧水、乳液、コットン、歯ブラシ、耳栓、アイマスクが入っています。ソニーのノイズキャンセリングヘッドホン。帰りは Wi-Fi がつながったので、ビジットジャパンウェブのアプリから入国手続きをしました。設備も驚くような仕掛けがたくさん散りばめられています。安全のしおりが置いてある部分は下のボタンを押すと開いて、内側が大きめのミラーになっています。座席の真横はメガネ入れ。収納が多すぎるほど多いのもファーストクラスの特徴です。あちらも収納、こちらも収納という感じですが、この右側の収納にはコンセントの差し込み口があります。グローバル仕様のコンセント、USB ポート、ヘッドホンジャックなど、座席のリクライニングはちょうど良い角度を細かく調整したい場合、ダイヤルで直感的に前後を動かせます。シートの絵が描いてあるボタンを長押しすると、手を離しても自動的に指定した角度にできました。もちろん180度フルフラットになります。背もたれ側にある読書灯は左右に2箇所。ボタンを押す回数によって3段階の明るさを調光したり、片側だけ電気をつけることもできます。お食事マークの電気をつけるとお料理の写真が綺麗に撮れます。最後の一つは間接照明。優しい光で個室を明るくしてくれます。照明の位置や色はパナソニックの監修です。窓の日よけも電動で操作できます。3つの窓の日よけを同時に開閉するときはこちらのボタン。窓1つずつバラバラに操作したいときはそれぞれの窓の下にあるボタンを押します。ここだけ眩しいから閉めようなどとピンポイントで使うこともできますし、途中で止めたり2枚ある日よけを1枚だけ下ろしたり自由自在に調節が可能です。テーブルは目の前から引き出します。ファーストクラスの座席はとても広いため、この状態で2名で向かい合ってお食事をとることも可能です。1人の場合はテーブルを開くともっと広くなります。おしぼりとメニューが配られ、最初のお食事の準備が始まりました。1度目のお食事はコース仕立てで和食と洋食から選べます。ドリンク類はソムリエの方厳選の日本酒、焼酎、ワインをはじめカクテル、ソフトドリンクなど幅広い品揃えです。定価で1本35,000円くらいする高級シャンパーニュ、クリュックのグランクベノンヴィンテージをいただきます。一緒にアミューズも運ばれてきました。和食、洋食どちらを選んでもアミューズは共通です。私は洋食を選択しました。
ちなみに8席中3名しか乗客がいなかったため、夫と横並びになるように CA さんがご提案くださり、1度目のお食事だけ私が通路側のお席を使わせていただきました。どうしても座席上の照明によって白系と青系の映像がございますことをご了承くださいませ。前菜は3つの選択肢の中からフォアグラのガトー仕立て、豚すね肉のパテを選びました。ガトー仕立てとはケーキに見立てたお料理のことです。ナッツがアクセントになっていてクリーミーなフォアグラと相性抜群でした。2品目はガーデンサラダ。生の葉野菜をいただけるのが嬉しいです。ドレッシングは2種類ある中からレモンドレッシングにしました。このトマトのような形の赤いお野菜が美味しかったのですが、なんだかご存知の方はいらっしゃいますか？3品目はコーンスープ。豆乳で作られており、動物性のものが使われていないため、胃が重たくならずさっぱりといただけました。メインディッシュは牛フィレ肉かスズキから選択。私は牛フィレ肉のステーキにしました。黒トリュフのソースがかかっています。デザートは4種類から選ぶことができます。私が注文したのはフルーツの盛り合わせです。ネクタリン、パパイヤ、パイン、キウイ、ドラゴンフルーツ、オレンジの6種類が乗ってきました。イリーのカプチーノでフィニッシュ。お腹がいっぱいのためプティフールはお断りしました。続いて日本料理をご紹介いたします。先付けのホタテとマスカルポーネ、アボカドの柑橘ジュレがけと、前菜はイクラおろし、煮アワビとスナップエンドウ、エビしばに数の子、ワカサギ甘露煮、スモークサーモン絹玉巻き、黒豆水煮。3品目はエビ新庄と裏白椎茸のお椀です。和食も洋食も3ヶ月に一度メニューが変わります。ヨーロッパで1週間過ごし、どこでいただいたお食事もとても美味しかったですが、やっぱり和食をいただくとほっとします。お作りは炙りマグロとイカの湯引きです。あしらいなどの細かいところまで、ロンドン発でも完璧な日本料理が提供されています。炊き合わせ、小鉢、主菜、ご飯が一緒にお盆に乗ってきました。炊き合わせは鶏つくねの白味噌煮、小鉢はごま豆腐、主菜はブリのもじお焼きです。ご飯は新潟県産のコシヒカリが使われています。甘味は京都にある和菓子店、千太郎さんの丹波みくまり石しずくです。ごちそうさまでした。お食事が終わったらすぐ休めるよう、元々の席は私の食事中に CA さんがお布団を敷いてくださっていました。寝具は西川のエアー。大谷翔平選手をはじめ、数々のトップアスリートが遠征先でもエアーを愛用されているほど、その機能性は高く評価されています。特殊立体構造で体圧が分散されるため、腰だけなど体の一部に体重がかかったりすることなく、長時間のフライトでも快適に休めました。ファーストクラスの座席は本当に広く、寝返りが打てるほどです。そして何といっても一番素晴らしいポイントは、扉を閉めてプライベートな空間を持てること。開かれた環境の中では、やはりどこか気を張ってしまい、心からリラックスすることは難しいと思うのですが、個室になっていると安心感が段違いです。
お化粧室をご紹介いたします。洗面シンクは乗り物の中にあるとは思えないほど大きく、洗顔の際にも水が飛び散りません。お隣には手を拭くタオルと歯ブラシ、フェイスボディシート、マウスウォッシュが用意されています。ティッシュは薄手のものとしっかり固めのもの2種類ありました。ハンドソープは ANA オリジナルアロマの香りで泡で出てきます。ゴミ捨ては非接触で手が汚れません。赤ちゃんのおむつ替え台。トイレを流すのはこのボタンで、便座に敷くシートも置かれています。温水洗浄機能があることには毎回驚かされました。扉を閉めてリラックスモード。飛行機の一座席とは思えないほど液晶が綺麗です。タイムテーブルが表示されるのもわかりやすくていいですね。ロクシタンのリップクリームをいただきました。時差ボケ防止のために寝ないつもりでいたのですが、あまりに快適すぎて6時間も眠ってしまいました。目が覚めると中国上空。ゴビ砂漠を通過したくらいの位置でとても寒そうなエリアを飛んでいました。私が起きたことに気がついた CA さんが飲み物を尋ねてくださったので、お抹茶をお願いしました。もうあと3時間ほどで日本に到着するので楽しみな気持ちです。お抹茶をいただいて、どんどん自分が日本モードに入っていきます。胃が温まったら食欲が湧いてきて、いつでも自由に注文可能なアラカルトメニューから何かお食事を頼むことにしました。選んだのはこちら。金目鯛と磯のりのお茶漬けです。CA さんのアレンジで香の物と大根明太サラダもセットでついてきました。かしこまった和食とはまた違う、ほっとする雰囲気の味わいです。たった1週間しか日本を離れていませんが、お漬物も懐かしくて、海苔の香りやお出汁の風味も最高でした。お箸も嬉しいです。食後にイリーのカプチーノを頼みました。お菓子も一緒に運んできてくださり、ぴったりの相性でした。ショートブレッドはイギリス北部スコットランド発祥のお菓子です。少し席を立ったタイミングで CA さんがお布団を片付けてくださいました。もう少しで着陸です。飛行機を離れる前に機内のエンターテインメントについて見ておきましょう。映画プログラムは話題のハリウッド映画や邦画の最新作はもちろん、日本での公開がない外国映画もラインナップされています。手元のリモコンもタッチパネルで操作がしやすいです。スカイライブ TV では衛星テレビをリアルタイムで視聴できます。プレミアリーグなどが放映されているスポーツチャンネルや NHK、CNN がありました。eBooks は電子書籍サービス。機内エンターテインメントでは、空で読みふける、空で学ぶ、空で鑑賞するをコンセプトに構成されています。機内誌は紙の雑誌もありました。機内販売はファーストクラスの乗客から先に始まり、ファーストクラスの乗客が選び終わった後に他のクラスの販売が開始されていました。チーフパーサーが最後のご挨拶とともにエスプレッソトニックというドリンクを作ってきてくださいました。ついに東京羽田空港に到着です。
羽田空港が混雑しすぎていて、着陸してから駐機場に停止するまで30分かかりました。この後は料金の発表です。ANA ファーストクラス最長路線の東京・ロンドン便、最高級のサービスと設備が搭載された大満足の旅でした。お正月のハイシーズン料金で往復のチケット代はおいくらでしょうか？正解は往復1名で約350万円、2名で705万7160円でした。内訳はこのようになっています。次回はヨーロッパ総集編をお届けいたします。イギリスともう1カ国、ものすごい体験をしてきました。お楽しみに。最後までご覧いただきましてありがとうございました。